にちは。今回はバンドリ、アベムジカ第13話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。アーダル・ユアーって感じの顔。なんでやる気ない顔してんだ。もうクライシックは見れないはずだろうに。多分その前にアノンがちょっと生きったパフォーマンスしてたからじ止めしてたんだと思う。前に出過ぎてコーラスの時マイクに戻るのが遅れたような。リッキーに睨まれる。そよりんに見下される。ほんと迷子は天国だぜ。ワイの彼女入信します。アベの最終回なのにマイボの新曲を2曲も披露するとは、マイボの最終回で歌詞を作ってあったからかな。おそらくそれを狙った構成では。やっぱそうかな。アベのストーリーは12話でほぼ肩がついてたし。守りたいこの笑顔。ともりより目立ちやがって許せねえ。なんでこんなケツに力入ってるんだ。助かる。12話が実質的な最終回で、13話はリアルライブの宣伝。バンドでしか救われない。やはりバンドリ。迷子で締めた。こっちはなんか平和だな。アノンちゃんほんとさ、今まで人間ドラマばかりだったからか、最終回はがっつりバンドやったな。ケツみてえな口。ケツみたいな口してるラーナちゃんかわいい。最終回でスターライトしそうになってたような。今更だけどこれ別々の会場でやってただけな。せやで。先週までの話は何だったのか。見ると疲れるアニメや。マジか。 PV で終わった。3期でもあるのか。3期来た。北欧。北欧ロケ。続編だと。続編かい。映画かと思ったら。いや、北欧で何やるんだよ。これは何期と言うんだ。最終回最高すぎる。ムジカも2期やるのかよ。劇場版商法じゃなくてよかった。もう大げさになりすぎ。続きの放送まで今度はムジカのルートが始まる。コミックシーモアで漫画がたくさん読みたいんです。これ以上何をやるというのか。対バンくらいはしてほしいかな。フィルムライブでやるんじゃね。別に北欧でロケしてくれなくてもいいんだけど。観光じゃなくてロケハンしなきゃいけないから。ブシロードカであるんかよ。でも D4DJ は捨てた。あれもったいないよな。スタッフが北欧行きたかったんです。なら仕方ない。北欧行くんか。まさかの続編ワロタ。むしろ完結した感あるのに何やるんだ。続編やるのか。リッキーの姉も出てくるのかな。そういや、それムジカで出るかと思ったら触れられなかったね。生きる理由ができた。やっぱサキコはスイスに飛ばされるんか。スイス編クルー13は最高すぎるんだけど。続編決定。これで生きていける。3期何やるんだよ。逆襲の新ウイカか。ユニコが北欧行きたかっただけやろ。ユニコはいないぞ。ムジカの話はふわっと終わらせた感じだったからな。優しい言い方だ。アベムジカは何を伝えたかったんや。キュウリかゴーヤかどっちなんだい。北欧といえばデスメタルのメッカ。やはりそういう路線か。続編ってだけだからテレビなのか劇場なのかはわからんな。アニメ続編ってことは混ぜこぜでやるのかな。祝モンティス生存朗報。鏡のシーン泣いた。バンドやれよとずっと思ってたから。ライブ尽くしは楽しかったな。ちょっと待って、ナナちゃんは北欧で何するんだ。続けるならいよいよ新ウイカに触れなきゃいかんくなるのでは。最低限住みは何かあるやろうな。1、2年もかしら。てか続編やるのこれ。劇場版とかで今度こそ対バンなのか。それとも住みをかけた戸川とのデスマッチ。ともりちゃんもラーナのコンペイトーのくだり可愛すぎる。5人が近くて手をつないでる迷子と5人離れてて1人玉座に君臨してるムジカ。対比が芸術的やな。そよりライブ中元気なさげだった。リッキーもだけど多分あのちゃんに呆れてる。1年間ムジカを待ってたものとしては今期は迷子に尺取られすぎに感じたが、まあいいや。続編発表嬉しいね。なんでスイスなんだかわからんし、ムジカと迷子立ってるステージが違いすぎるから。
並行してやるの無理があるような。締めのセリフが迷子だったのは迷子編の締めがただいまクソ親父だったからか。初音の笑顔が眩しかった。鳥マモーちゃん生きててよかった。さすがにライブは良いな。続編で話をちゃんとしてほしいわ。ライブはいいがなんやこれって終わり方だな。すみみなんてなかった。マナちゃん、何の出番もなし。不満は一つかな。最後迷子で締めたこと。続編2バンドともメインなのかな。主人公は片方だけの方が話がどっちらからないと思うんだけど。迷子のライブすげえよかったわ。あのちゃん PTSD しちゃう。2つ目の曲、ディギーが暴れまくってて草。両バンドに全く絡みがないとは思わんかった。星座で北欧アスガルドやろ。正直残った問題1話で解決できそうにないし、続編でやるのが無難か。作中のムジカファンからしたら、ゴブリリオニスってそんなメイン張るキャラじゃなかったろうに、急に神になって困惑しないか。迷子編ですらオブは主役だし。そういやそうだっけ。演技のメインはむつみに移行したかなと思ったが。ディギーモンの引き出しすごいな。これ全部合同ライブでやってくれるのか。とりあえず続編のおかげでもうしばらく延命できるな。ただ続編は全く想定してなかったから3、4年かかりそう。もともと決まってたか迷子のヒットで決まったかで変わってくる。アノンとラーナちゃんが向かい合うとこで嬉しくなっちゃった。迷子まさかの2曲は嬉しすぎ。アベムジカの劇も神だな。サキコは女神だし。むつみちゃんの演奏技術とモーティスのパフォーマンスが合わさり、最強生物が生まれても歌やないか。あの癖の悪い足はリアルライブで期待していいのか。謎だいぶ残してたから空続編やるわな。終わったな。悲しいね。嬉しいね。続編とはな。ライブの感想、迷子もムジカもそれぞれ2曲目が良かった。迷子のはポッピンパーチというか何かバンドリ要素満載の曲だなって。ムジカの2曲目はベースが目立つ曲珍しい。たまに一般的ロックバンドでもあるやつ。やっぱベース目立つと体がなるね。再結成したムジカ、女神に仕える4人の騎士って設定になったの良すぎるかも。神回とし開演だろこれ。ライブパートは無限にかっこいいわ。終わった。あれだけ辛そうにしてたむつみちゃんが楽しそうにギター弾いてて、それだけで本当に良かったね。カーテンコールで終わるの構成綺麗すぎだろ。最後にすごいライブシーン見せれば視聴者は満足すると思ってるでしょ。正解です。めっちゃ良かった。もちろんいろいろ言いたいことや気になることはたくさんあるけど、迷子もアベムジカも最後はあんなに生き生きと笑顔でライブすることができて、おじさん嬉しいよ。泣く。ともりのありがとうございましたで終了か。これぞバンドアニメの終わりとしてふさわしい幕引きかもな。普通のアニメなら気になる伏線が回収してほしいって思うところやけど、バンドリだからこそライブで締めるはいい終わり方。バンドリ恒例の最終回前編バンドシーンだった。カメラワークとかで迷子とアベムジカのライブシーンの毛色が違ってたのよかった。サキコが劇中で神になってたのちょっと笑った。まさかの CM なしのフルライブ回。クライシックが分裂してできた2つのバンドとは思えないほど音楽性、演出が違うのが面白い。だけどラーナとムツミが蹴り入れるのはシンクロしてました。舌打ちまでも音楽にしてしまうのが。冒頭と MC とエンディング以外全部歌ってました。これは果たしてアニメなのでしょうか。物語は終わった。あとは歌うだけだ。ということなのでしょうか。圧巻のパフォーマンスに声もありません。迷子含めて26話の新しいバンドリシリーズの最終回として、ずっとライブで曲とパフォーマンスを見せる回でこれが見せたくて、ここまでの話を紡ぎ上げてきた。バンドリというマルチコンテンツとしては最高の終わり方だと思う。続きはライブで。最終回、あまりライブやらないのが特徴だったこの作品で、最終はまるまるライブに当てる大胆な構成に驚嘆。迷子、ムジカとそれぞれに焦点を当てつつ、前後編で描いてきたこの物語のラストにもふさわしい贅沢なフィナーレだったのです。むつみにマウントを取られて立場が入れ替わるところ、ドロリスが振り向きながら回転するところが、時計回りで時を進めてる感じが良き。
後字幕がむつみ名義になっている理由が鏡のシーンで判明する粋な演出。ごきげん思うティスエンド。最終回を締めくくる最高のライブ回でした。自分の中では間違いなく今期で一番の作品です。前作をはるかに上回るシリアス展開で考察がつきませんでした。乗るではなく見るジェットコースターのような作品でした。続編も期待してます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。